はい、どうも藤井です。今回は90年代自分がかなりハマってずっと好きだったバンドソニックユースです。で、ソニックユースはかなり活動期間が長くて、どの時期のどのアルバムを紹介するか迷ったんですけど、ここはあえて CD、アルバムではなく、映像作品を紹介したいと思います。1991 The Year Punk Broke、 こちらの DVD です。まずはソニックユースのバイオグラフィーから言いますと、1970年代末にサーストン・ムーアとキム・ゴードンがニューヨークで出会い、バンド活動を始めます。彼らはパティ・スミスやテレビジョンなどニューヨークパンクに強い影響を受け、またアート思考も強く、実験性とパンクスピリットを持ったノーウェーブ・ポストパンクのバンドとしてスタートしました。このバンドはいつしかソニックユースという名前になり、1981年にリー・ラナルドが加入することで活動は軌道に乗っていきます。1982年にミニアルバムソニックユースをリリース。83年にファーストフルアルバム Confusion is Sex をリリース。1985年にセカンドアルバム Bad Moon Rising をリリース。こちらはイギリスでブラストファーストというインディーレーベルからリリースされ、それをきっかけにヨーロッパで評価され知名度を上げていきます。彼らのノイジーなギターサウンドは日本ではジャンクとも呼ばれましたが、海外ではノイズロックというのが一般的みたいです。1986年エボル、1987年にシスターをアメリカでは SST、 イギリスではブラストファーストからリリースし、インディーズシーンでの地位を確立していきます。エボルからドラムのスティーブ・シェリーが加入していますね。そして1988年2枚組の大作デイドリームネーションをリリース。この頃には US オルタナティブを代表する存在になっていました。1990年にメジャーのゲフィンに移籍し、6枚目のアルバムグーをリリース。いわゆるオルタナがメジャーになる大きなきっかけとなりました。そしてこのグー発表後のヨーロッパツアーの様子を収めたビデオ作品がこの1991 The Year Punk Broke になります。この作品、名義はソニックユースになっていますが、ツアーに参加した他のバンドの演奏も収録され、その内容はソニックユース8曲、ニルバーナ5曲、ダイナソージュニア2曲、ベイブス・イン・トイランド、ガウンボール、ラモーンズが各1曲ずつとなっています。またバックステージの様子が多く収録され、ライブビデオというよりはドキュメンタリーといった方が良い内容です。一つちょっと残念なのが、自分はこれを最初は VHS のビデオテープをレンタルで借りてみたんですけど、それは日本版で字幕付きでした。後に DVD 化されて買ったんですけど、輸入版しかなくて、日本語字幕はなし。なので喋ってる内容がうろ覚えになってしまっていて、ちょっと間違ったことを言ってたらごめんなさい。再生するとサーストン・ムーアが雑なボイパとラップをやって、それに合わせてカート・コバーンとキム・ゴードンが変な踊りをするシーンから始まります。そこから変わってソニックユースのライブシーンに、曲はシスター収録の、スキッツォフレニア。これがかっこいいんですよね。当時見てすごく印象的だったのはそのいでたち。サーストン・ムーアは赤い無地の T シャツにキャップを逆にかぶっています。少年のような服装ですが、190センチ以上の長身であることが映像から感じられます。キム・ゴードンはボーダーのシンプルなワンピースにサングラス。リー・ラナルドは、半袖のチェックのシャツと、ロックバンドのステージ衣装というにはかなりラフな服装です。そういったラフな普通な格好をしたやつらがやばいノイジーな演奏をやっているというのが、当時は目から鱗が落ちるような感じで本当にかっこいいなと思ったんですよね。続いてニルバーナの演奏シーン、ネバーマインドをリリースする直前、大ブレイクする直前の映像で本当に勢いに乗ってステージで大暴れしています。ソニックユース以上に破壊的な衝動を感じさせるライブシーンは当時見て衝撃を受けました。
そしてバックステージでの様子がちょくちょく挟まれるのですが、ニルバーナのメンバーはもうめちゃくちゃにはしゃいでいて、ちょっと度が過ぎるくらいですね。カート・コバーンがソニックユースの楽屋ですかねでシャンパンを振り回すシーンなんてもう大丈夫かという感じがしました。一方でソニックユースのメンバーもふざけてるところはあるんですが、サーストン・ムーアが芝居がかった演説というか詩を叫んだり、素人にうざい感じでインタビューしたりと、どこかビデオの撮れ高みたいなのを意識してやってる気がしますね。そこは、ニルバーナがまだ20代前半なのに対し、ソニックユースのメンバーはもう30を超えた大人だったというのもあるでしょうね。またサーストン・ムーアはしきりにロックを若者が聴かなくなっているということを言い、そしてメタルバンドのモトリー・クルーがパンクのアンセムアナーキー・イン・ザ・ UK をカバーしたことで、パンクはぶっ壊れて終わったんだっていうことを言って、それがタイトルの1991 The Year Punk Broken になっています。これとても皮肉なことに、この直後にニルバーナが大ブレイクしてグランジブームとなり、メインストリームのメタルバンドなどは一気に過去のものとなっていきます。アメリカにおいてはパンクの血を引いたバンドたちがここを起点にロックシーンをひっくり返すということが起こります。サーストン・ムーアの言ってることは何というか逆説的になっていますね。あとダイナソージュニアの J マッシスがキム・ゴードンに恋愛相談なんですかね、話しているところもなんかいい感じです。 J がもぞもぞ煮え切らない感じで喋った後のダイナソージュニアの演奏、曲はフリークシーンで、これがまたかっこいいです。ゴーオンギターソロとキャッチーなメロディーのコントラストが最高ですね。ダイナソージュニアはもう一曲ザ・ワゴンが収録されています。これも超名曲で大好きですね。ちなみに各バンドの収録曲はソニックユースがスキッツォフレニア、ブラザー・ジェームス、ティーネージ・ライオット、ダーティー・ブーツ、I Love Her All the Time、モート、クール・シング、エクスプレスウェイ・トゥ・ユア・スカル、ニルバーナがネガティブ・クリープ、スクール、エンドレス・ネームレス、スメルズ・ライク・ティーン・スピリット、ポーリー、あとガールズ・オルタナバンドのペイブス・イン・トイランドの、ラスト・ケーク・ボーイ、ドン・フレミングのバンドガムボールの、プリ、ラモーンズのコマンド、ですがラモーンズとかすごく収録時間短いんですよね。このビデオを初めて見たのは1993年頃でしょうか。レンタルビデオで借りてみました。当時もうすでにソニックユースのグーやダーティー、ニルバーナのネバーマインド、ダイナソージュニアのグリーンマインドはレンタルで借りて聴いていたと思います。で、これを見た当時、破壊的なまでの衝動を感じるニルバーナにも衝撃を受けたんですけど、より理知的にノイズロックを演奏するソニックユースがすごくクールに思えて惹かれていったんですね。またそれまでは洋楽はイギリス一辺倒だった自分が、この辺りがきっかけでアメリカのものも多く聴くようになりました。ちなみにこの DVD には VHS にはなかったボーナス映像がついていて、ソニックユースはインヒューマン、ホワイトクロス、オレンジロールズ・エンジェルズ・スピリット、エリックズ・トリップ、チャペル・ヒル、フラワーと、ダーティーの曲を2曲やっていたりします。ニルバーナはイン・ブルームが追加されています。この後皆さんご存知のようにニルバーナのネバーマインドが大ヒットしてグランジ・オルタナが大ブームになるのですが、1994年カート・コバーンが亡くなってブームは終焉していきます。ソニックユースはずっと活動を続けて、結局2011年に解散してしまうんですけど、それまでずっとアメリカのオルタナを象徴するような存在であり続けました。ニルバーナのような大ヒットはなかったんですけど、だからこそでしょうか、決してロックスター的ではない、ずっとインディーズ精神のあるビッグネームでありながらどこか身近な感じのするバンドであり続けました。個人的にはソニックユースのそういうところが好きでしたね。
このビデオ作品は1990年代のグランジブーム、オルタナがメインストリームに取って変わるというロック史上の大きな局面、そのほんの直前を映した貴重な映像だと思います。オルタナ系のロックが好きな人とロックの歴史みたいなのに興味がある人は絶対見た方がいい作品だと思いますんで、強くおすすめしときます。はい、というわけで今回は DVD 1991 The Year Punk Broken を紹介しました。ご視聴ありがとうございました。ここでちょっとお知らせです。私藤井が作りましたソロアルバム宇宙飛行士になりたい、2023年5月13日頃から、Spotify、Apple Music、Amazon Music、YouTube Music ほか各種サブスクで配信されます。今回のアルバムは比較的エレクトロポップ、シンセポップの要素が強いですかね。昔作った曲をリメイクしたり、初心に帰って作ったアルバムと言えるかと思っていて、かなりポップな作品になっていると思います。よかったらぜひ聴いてみてください。アルバムタイトルは宇宙飛行士になりたい。アーティスト名はローマ字で誠藤井になってます。よろしくお願いします。